ちは、おっちゃんドドドドです。ここ数ヶ月、通勤車両のメンテナンス動画しかアップしてないおっちゃんですが、仕事から帰ったらすぐに寝てしまうんです。とてもお疲れです。おっちゃんの言い訳から始まった今回の動画は、ハンター株のタイヤ交換です。ご覧の通りツルツルです。危険なレベルまで使っていました。雨の日もよく滑りました。本当に危ないので、タイヤのスリップサインが出たら早めに交換しましょう。今の作業はリアホイールを外す作業です。左右についているチェーンの調整ナットを緩めます。ダブルナットになっています。チェーン調整用のナットを緩めたら、ソケットレンチでリアアクスルを緩めます。14mm と 19mm のソケットを使用します。外したナットやチェーンのアジャスターをなくさないように大切に保管。リアアクスルシャフトを抜きます。アクスルシャフトは簡単に引き抜けますが、リアホイールが脱落するので注意です。リアホイールを外したらチェーンが邪魔になるので外します。一旦外したリアホイールを寝かせます。外したチェーンは垂れたままだと砂利がつくので、結束バンドを使ってスイングアームにぶら下げときます。前回スプロケットを交換をした際に台を作ってなかったので、塩梅材で作ってみました。これでディスクローターやスプロケットに傷をつけずにタイヤ交換ができます。次にタイヤを外す準備をします。バルブコアを抜きます。虫と言われてるパーツです。外すと空気が完全に抜けます。外すときは専用工具の虫回しを使うと簡単です。特に空気が漏れてたりしていないので、外したバルブコアは再利用します。外れた勢いでバルブコアが飛びました。なくさないように注意です。空気が抜けたらバルブのナットを外します。外しておかないとチューブが抜き取れません。チューブタイプでタイヤも柔らかいので、手で押さえるだけで簡単にビードは落ちます。メンテナンスがしやすい株系の良いところです。それではタイヤを外していきます。チューブレスと違ってチューブが入っているので、チューブを再利用しない方は気にしなくても良いですが、無理にタイヤレバーを突っ込んでこじると高確率でチューブが破損します。おっちゃんはチューブを再利用したかったので慎重に作業をします。タイヤレバーがカメラの三脚に何度もぶつかりごめんなさい。レバーを浅く差し込むのに慎重になりすぎな気もしました。タイヤ自体は硬くもないので少しの力で外していけます。少しずつレバーを移動させてめくっていきます。チューブに穴を開けないように作業する慎重なおっちゃん。半分くらいタイヤがめくれたら、あとは手でも外せます。片側が外れました。同じようにもう片方もめくっていきます。タイヤも硬くないので楽にめくっていけました。この日は気温が低くなかったのでタイヤのゴムが柔らかく感じたのかもしれません。かといって真夏に作業すると汗だく作業になるような気がします。こ
そのタイヤが今回交換するタイヤとなります。 IRC 井上ゴム GT22 先行輪橋用のチューブタイプのタイヤです。ここまで来たらあとは手でこじればタイヤを外せます。コツは力を入れてグイッとグイッと少々手こずっているおっちゃん。やっと外れました。リムバンドの劣化もないようです。今回は交換しなくて良さそう。少しホイール内にサビが見えたので拭き取っておきました。外したタイヤ内に残されてるチューブを引き抜きます。空気も抜けているので簡単に外せます。少しだけ空気を入れてエアー漏れがないかチェック。外していたバルブコアを取り付けます。エアー漏れのチェックだけなので少量の空気圧で良いです。どうやらエアー漏れもしていないようです。再利用決定です。それでは GT22 を組み付けていきたいと思います。純正の GT5 と比べるとブロックのパターンが大きいです。どうやらフロントトリアで方向性が逆なようです。取り付け時には注意しましょう。よくある黄色のマーク、経点もないようです。 CT125 はスピードも出ないのでそこまでバランスを取る必要がないということかな。よし、気にせず次に。ここからはネットで見かけたいつもと違うチューブの組み付けを試してみます。よくあるのは片側にタイヤを組み付けてからチューブを差し込んでバルブをホイールに組み付けるやり方ですが、こっちの方が簡単そうに思えたので試してみました。少しだけエアーを入れておくとタイヤ内にチューブを収めやすかったです。無事にタイヤにチューブが収まりました。それではタイヤを組み付ける前の下準備をします。タイヤにビードワックスを塗ります。タイヤを組み付けるときに滑りが良くなるのでとても組み付けやすくなります。下部のタイヤだと塗らなくても付けれそうだけど塗っています。薄く均一に塗り込んでいます。ついでに裏側にも塗っておきます。ワックスが乾いてしまうとせっかくの潤滑効果がなくなってしまうのでワックスを塗ったら素早くタイヤを組み付けましょう。あとはタイヤを外した時の逆の手順でリアホイールのバルブの穴の位置を確認。タイヤに組み込んでおいたチューブのバルブをリアホイールのバルブの穴に合わせます。バルブが無事に通ったらナットを取り付けます。手締めで OK です。タイヤを組むときにバルブが抜けなければ良いだけなのでタイヤが組み上がったらちゃんと忘れず本締めしましょう。なんだか面倒くさくてリムプロテクターは使っていませんがホイールに傷がつくのを防げるので気になる方はプロテクターで保護しましょう。片側がホイールに入りました。もう片側も同じようにはめ込んでいきます。最初の方ははめやすいです。
外した時と同じようにバルブ側からこのくらいのタイヤサイズだと半周くらいまでは手でも入ります。たびたびカメラの三脚に接触。この後の作業中に三脚を倒してしまいました。なので最後のタイヤのはめ込みは映っていないので一部カットしました。ごめんなさい。はめ込んだタイヤが浮き上がってくるので膝で押さえながら作業します。チューブに傷をつけないように気をつけながらタイヤレバーを使っています。力はほとんどいらない作業です。ゆっくり慎重に作業しましょう。最後の最後はちょっとだけ力がいりますが、同じようにめくり上げれば大丈夫。そして肝心な最後のシーンは三脚転倒のためカット。タイヤがホイールにはまりました。見た目は問題なさそう。仮止めしていたバルブのナットを忘れずに締めます。そしてエアー注入。チューブに穴が開いてたら空気漏れの音がするはず。どうやら無事に交換できたようです。エアー漏れもありません。軽くエアーを入れてみましたが大丈夫そうなので適正値までエアーを入れてみたいと思います。CT125 のリアタイヤの空気圧は 225kPa です。再度確認してみましたがエアー漏れもないようで安心。外したついでにきれいにしようかな。それにしてもローターにも錆がいっぱい。雨ざらしで保管の車体だったのかな。交換した元の純正タイヤもっと早めに交換しなければ。それでは外したリアホイールを元に戻していきます。チェーンをつっていた結束バンドをカット。スプロケットに沿わすようにチェーンをかけていきます。ノーマルサスペンションだとリアホイールが外しにくいそうですが、購入時からショートサスがついていたのでリアホイールが外しやすかったです。チェーン調整用のアジャスター装着。スイングアームにホイールを取り付けします。この時キャリパーとディスクに注意です。ディスクがブレーキパッドに挟まる形になってるかちゃんと確認しましょう。リアアクスルシャフトを通すときは片足で少しタイヤを浮かしながら調整するとうまく通せます。軽く動かしながらシャフトを入れる感じです。手で押し込むときに抵抗があってもハンマーで無理やり叩き込むのはダメです。抵抗がある時点で何らかの異常があるので確認しましょう。どの作業でもそうですが、無理やりはめ込んだり無理やりボルトやナットを締めたり、まず間違いなくパーツやボルト類は破損します。作業は慌てず慎重に。慌てんぼうのおっちゃん、自分に言い聞かせてる感じです。手でできるところまで来たらあとは調整しながら締め込んでいきます。手順はホイールを外した時の逆の手順で、チェーンの張りすぎにも注意が必要です。張りすぎるとチェーンが切れたりスプロケットの摩耗が早まったりします。緩すぎてもダメで、サスペンションが浮いた時にチェーンが外れる可能性があります。どちらも危険です。チェーンの遊びはどのバイクでも大体そうですが、2から3センチで調整しておきましょう。あれ、ホイールの回転に抵抗があります。ドレーンチューブにチェーンが引っかかっていました。反省。これでよし、チェーンがまっすぐになりました。ホイールの回転もスムーズ、良い感じです。あとはチェーンを張って適正
置に調整したら終了です。チェーン調整は省略。リアアクスルシャフトを締めます。最後はトルクレンチで規定値は59ニュートンです。バッチリうまくいったようです。実は前後交換してみようともう1本買っていたのですが、フロントタイヤを見てみるとまだまだ溝があるので、もったいないおっちゃんはもうちょっと使えると今回の交換はお見送りに。 NM4 のカスタムは完全に置いてけぼりですが、資金と時間ができるまでお待ちください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。